物語ガーデンの催眠スクリプトについて。催眠との出会い。催眠と一口に言っても、そのイメージは様々です。例えば、テレビなどで見るエンターテインメントとしての催眠術や催眠ショーのイメージ。あるいは、〇〇が苦手という困りごとに対して、あなたは〇〇が苦手じゃなくなるというような暗示をかけて克服できるようにするというイメージなどです。私が学んだのは、現代催眠に基づく臨床催眠でした。この学びが、催眠という言葉の新たなイメージを持たせてくれました。それは私にとって、改めて私自身と、そして目の前の相手と出会い直すことでした。たくさんの学びの中で体験したことの一つが、意識的な部分を超えた無意識の中にあるリソースを発見することです。無意識の中にあるリソースとは、知恵や才能、能力、強さなど、その人が本来持っている力のことであり、本来の自分ということもできます。学びが深まるにつれ、私は無意識をリソースの宝庫とも捉えるようになりました。催眠スクリプトとは、催眠スクリプトは、現代催眠に基づく臨床催眠の手法の一つで、物語を通して無意識の中のリソースに触れ、本来の力や本来の自分が引き出されるよう喚起する方法です。本来の力や本来の自分と言われても、意識的な自分にはピンとこないかもしれません。あるいは、意識的な自分は、本来の自分がそんなにいいとは思えないし、本来の力があるとも思えないかもしれません。けれども、無意識においては、その限りではありません。意識的な抵抗を弱め、無意識で物語を受け取れるようになっているのが催眠スクリプトです。物語が無意識の中で働いて、リソースに満ち満ちた自分の可能性を開く鍵のような役割を果たします。小説などと比べて、意味があるような、ないような、よくわからない物語で、なんだか読みにくいと感じられることもあります。読んだり聞いたりしていると、頭がぼんやりしてきたり、眠くなってきたりするかもしれません。実際に途中で眠ってしまっても構いません。反対に目覚めたままでいても大丈夫です。後で思い返そうとしても内容を思い出せないこともありますが、それで大丈夫です。意識で覚えていなくても、無意識が受け取ってくれています。催眠スクリプトを読んだり聞いたりした体験は、いくつもの眠りの中で整理されてゆきます。
3日で何かを感じた方もおられますし、10年経ってから感じた方もおられます。期間やタイミングは様々ですが、無意識に何らかの影響を及ぼしてゆきます。これらのような性質から、催眠スクリプトを読んだり聞いたりしたから何かが変わったと実感しにくい場合があります。物語ガーデンの催眠スクリプトの特徴。物語ガーデンの催眠スクリプトは、臨床催眠講座、株式会社インサイトカウンセリングで学んだ手法で作成しています。スクリプトの終わりに覚醒の合図を入れてあります。無意識で物語を受け取っている状態に覚醒の合図を入れることによって意識と無意識とのバランスをとります。そうすることで読んだり聞いたりした後の催眠スクリプトの働きを助けます。聞きながら眠ってしまって、この合図に気がつかなくても構いません。自然に目が覚めるのに任せて大丈夫です。一つの催眠スクリプトの背後には、より作用を深めるためのさらなる物語があり、多層構造になっています。さらなる物語たちは、物語ガーデンのバックヤードに忍ばせてあります。催眠スクリプトの使い方。何かお悩みや生きづらさ、変わりたいことなどがある場合にお読みいただくのが主な使い方です。読んだり聞いたりする回数は1回でいいと言われていますが、何度も読んだり聞いたりしても大丈夫です。リラクゼーションにも活用できます。私自身、眠くなったりするのを活用して、何度も読んだり聞いたりしています。頭や体を休めたいとき、眠る前などにもお役立てください。お子様の寝かしつけの読み聞かせにもお使いいただけます。お子様向きな物語かどうかは、各催眠スクリプトを読んでご判断いただきたく存じます。注意点。車の運転や機械の操作等、注意を必要とする作業中には、決して読んだり聞いたりしないでください。頭がぼんやりしたり、眠くなったりすることがあります。近畿について、特にございません。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。物語ガーデンの催眠スクリプトをお楽しみくださいませ。